like you're something out of my nightmares. Standing right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killer? お疲れ様です。ダリルです。今回の作業はですね、走行充電器、サブバッテリーシステムも間もなく終わります。今回使う主な材料ですね、紹介していきます。ブースターケーブル、今回も使います。ただ、今回のブースターケーブルはですね、以前の動画より少し細めの許容電流が 100A のものを買っていきたいと思います。こちらですね、中身見ていきます。レノジーが出してる 40A の DC-DC バッテリーチャージャーですね。これが走行充電器です。で、走行充電器とは何ぞやと。車なんですけど、エンジンをつけている間ですね、自分で発電をする部分を持ってます。で、それを車載バッテリーに電気を貯めていくんですけど、このバッテリーチャージャーを通してサブバッテリーに充電をしてくれる機械です。はい。そしたらですね、今回も図で説明していきたいと思います。今回やる部分なんですけど、ここですね。このオルタネーターから来る電気を、ここ、走行充電器に行って、で、今回は、こっから直接バッテリーにつなげていきたいと思います。で、それと一緒に、これですね。これは何かというと、アクセサリー電源っていうんですかね。車のヒューズボックスにつないで、エンジンをつけたら、こっちの走行充電器も電源がつくっていうシステムを組んでいきたいと思います。おなじみのシールですね。説明書と、はい、こちらです。そしたら周り見ていきたいと思います。こっちがインプット。バッテリーから配線がつながる方ですね。で、反対側。こっちがアウトプットです。バッテリーにつながる方です。ここに D プラス LC って書いてるんですけど、この D プラスにアクセサリー電源をつなげていきたいと思います。で、ここが温度センサーですね。で、この下の部分ですね。ここがバッテリーインジケーターっていう部分ですね。バッテリーの設定を行います。下がっている状態がオンの状態です。そしてリチウムバッテリーの設定なんですけど、この一番左5番をオフにしてください。そしてこの1から4ですね。これをオンにするかオフにするかで電圧が変わってきます。で、先ほど言った5番ですね。ここオフにします。各設定があるんですけど、それぞれの組み合わせで、ここの電圧が変わってきます。なので、自分が持ってるバッテリーの充電電圧に設定していきます。あとですね、前回ソーラーの時に説明しましたリチウム活性化機能。この DC-DC バッテリーチャージャーもついてます。そしたらですね、走行充電に使う配線ですね。イニヒラ型ヒューズ電源 15A のものと、以前配線で使った余りのケーブルですね。これ使っていきたいと思います。図で説明すると、ここがヒューズですね。イグニッション。そしてこれがエンジンをかけると電気が流れて、で、それが走行充電に行きます。すると走行充電がオンになります。そして、もう一つ線を引っ張って、ここですね。リレーに入っていって、こっちに戻ります。はい。先ほどのヒューズですね。こんな感じに加工しました。ここが車とつながって、で、この1本、2本出てる配線なんですけど、1本が走行充電器につながって、で、もう1本がリレーにつながっていきます。今回はこの1本だけを使っていきたいと思います。で、ヒューズボックスですね。こちらです。ここに入ってますね。はい。配線なんですけど、こっから下に行って、で、ちょっと汚いんですけど、この下に穴を開けて引いていきたいと思います。
はい、こんな感じになりました。あとはちょっと周りをコーキングとかで固めたいと思います。で、下がこんな感じになりました。先ほどと一緒で余ってたケーブルの外側を再利用して保護してあります。ここを通ってそして穴を開けたところに入っていきます。で、先ほど紹介したブースターケーブルですね。トラックの中からケーブルが出て、そしてバッテリーとつながっていきます。先ほど開けた穴なんですけど、そのままだとケーブルに傷がつく恐れがあるので、前回ですね、ソーラーの設置に使ったホース、これを使ってケーブルを保護していきたいと思います。はい、こんな感じになりました。そしたらですね、後の隙間をコーキングで埋めてやっていきたいと思います。で、今回使うアクセサリー電源なんですけど、このイグニッションコイルっていうところを使っていきたいと思います。ここですね。まずここを取っていきたいと思います。取る専用のパーツ。はい、取れました。で、この取ったヒューズですね。まだ使えるので、ここのスペアボックスに入れていきたいと思います。そしたらですね、先ほど加工したヒューズをイグニッションの方につなげていきたいと思います。はい、OK です。はい、そしたらですね、配線やっていきたいと思います。この車の配線なんですけど、ちょっと僕自身、あまり車に詳しくはなくて、絶対もっといい配線の入れ方があると思います。はい、こんな感じになりました。今回はとりあえず1本だけ繋いでます。で、リレーを組むときですね、その時にこの余ってる1本を繋げていきたいと思います。この取り付けたボックスに穴を開けてケーブルを入れていきたいと思います。そしたらケーブルですね、他のとこと一緒で、こういったとこですね、ケーブルに傷がつかないように何かかましておくといいと思います。先ほどつないだアクセサリー電源ですね、この走行充電器につなげていきたいと思います。で、つなげる場所がですね、ここの D プラスにつなげていきたいと思います。ここの穴なんですけど、結構細いので精密ドライバーですね、これを使ってください。はい。そしたらですね、次はこの走行充電器を車載バッテリーとリン酸鉄リチウムイオンバッテリーとつなげていきたいと思います。で、こっち側がアウトプットなので、これをこのバッテリーにつないで、このインプットを車載バッテリーにつなげていきたいと思います。つなげ方なんですけど、前回のソーラーと一緒で、このアウトプットのマイナスをここのシャントにですね、つけたいと思います。はい、つながりました。そしたらですね、一度エンジンをつけていきたいと思います。エンジンがつくと、ここの緑のランプがつきます。もしエラーが出たら、反対側の赤いランプがつきます。やってみたいと思います。つきました。ありがとうございます。はい、モニターを見ていただくと、こっちですね、走行充電器で37アンペア500ワットぐらい充電してますね。これすごいです。ソーラーに比べるとやっぱ
安定して充電してますね。今回も最後まで動画を見ていただきありがとうございます。走行充電器最強説ですね。今まで取り付けたソーラーと走行充電器、この2つの充電器で車が止まってる時ですね、エンジンを切ってる時、営業している時はソーラーで充電をして、出店先まで移動している時は走行充電器を使うようなシステムを組んでいきたいと思います。で、次の動画なんですけど、交互に切り替わるリレーシステムを組んでいきたいと思います。よかったら次回の動画も見ていってください。この動画がいいと思った人はグッドボタンとチャンネル登録お願いします。そしたら次の動画でお会いしましょう。では。